札幌市からこんにちは。北海道の美味しいものを紹介する企画、お待たせしました。前回大好評だった札幌のそば企画第2弾です。前回は札幌駅から中島公園へ向かう観光のメインルート沿いにあるアクセス抜群の名店をご紹介しましたが、札幌のそばの奥深さはメインストリートだけではありません。むしろ大通りや駅から少し横道に入った場所にこそ地元の人が通う、わざわざ歩いてでも行きたくなる名店が隠れているんです。そこで今回は中心部から少し範囲を広げて、観光ルートど真ん中ではないけれど歩いて行ける絶品そば店を5軒厳選しました。真っ白で美しい伝統のさらしな、隠れ家のような空間で味わうモダンなそば、そして驚くほど極太な個性派の田舎そばまで、一歩足を伸ばすだけで出会える札幌そばの新たな世界をご案内します。それでは早速1軒目へ行ってみましょう。手打ちそば港。メインルートから一歩外れた隠れ家巡り。まず1軒目はすすきのから少し西へ向かった東本願寺のすぐ南側に佇む手打ちそば港です。飲食店が少ない落ち着いたエリアにあり、店内に入ると優しい女性店主さんが明るい笑顔で迎えてくれます。席に着くと嬉しいのがこの冷たいそば茶のサービス。香ばしいそばの香りを楽しみながらおそばを待つ時間をゆったりと過ごします。今回オーダーしたのは盛りそば。お値段は800円。見てください、この驚きの太さ。個人的には恵庭の名店四君楼を思い出してしまいました。圧倒的な極太麺です。そばの実を殻ごと引いた引きぐるみ粉を使っているようで、色は濃く、運ばれてきた瞬間から力強いビジュアル。早速いただいてみましょう。箸から伝わるこの重量感。一般的なおそばのようにつるつるとすすることはとてもできません。周りのお客さんのそばをすする音もほとんど聞こえません。口に入れるとブルンブルンと弾かれるような弾力とゴリゴリとした力強い食感。まさに喉越しではなく噛んで味を出すタイプの大迫力のおそばです。噛みしめるほどに濃厚なそばの旨味と甘みが口いっぱいに広がっていきます。この強烈な個性派の麺を受け止めるつゆはややしょっぱめでキリッとした辛口。出汁が濃くガツンと効いているので、この極太麺にも全く負けていません。最高のバランスです。そしてもう一つの大きな特徴が、薬味にわさびがつかないこと。こちらでは店主さんおすすめのスタイルとして一味唐辛子をはらりとかけていただきます。ピリッとした辛みがつゆのコクを引き立て、そばの風味をさらに前へ押し出してくれます。一味の刺激と極太麺の圧倒的な噛み応えに最後まで完全に持っていかれました。最後はとろりとしたそば湯でつゆを割って大満足で完食です。メインストリートのそばとは一線を画す圧倒的なパワーを秘めた一杯。このブルンブルンな食感、ぜひ実際に歩いて訪れ体験してみてください。続いて2軒目は大通りから少し西へ足を伸ばした12丁目エリア。札幌プリンスホテルの近くにある手打ちそば篠屋です。ビルが立ち並ぶ街中に突如現れる、まるで老舗料亭のような
風格のある佇まい。美しい庭の小道を抜けて店内に入ると、凛とした和の空間が広がっています。ですが、店員さんはとても温かく気持ちよく迎えてくれます。こちらは栃木県の名門そば店、イサンで修行された先代の味を現在に受け継いでいるお店です。今回オーダーしたのはお店の一番人気、鴨せいろ。お値段は1800円です。見てください、この透き通るように美しいさらしなそば。白糸のように細く綺麗に切り揃えられた麺線に思わず見とれてしまいます。まずは一口。うわ、素晴らしい喉越し。1軒目の港さんとは真逆。つるつると滑らかに喉を駆け抜けていくこの感覚です。細切りでありながら毎朝手打ちされる麺にはしっかりとしたコシがあり、噛むと上品な甘みがふんわりと広がります。そしてこの鴨つゆがまた絶品。その時期ごとに最も柔らかいものを厳選しているという鴨肉は驚くほどしっとりジューシーです。鴨の旨味とコクが溶け出した少し甘めのつゆが繊細なさらしなそばに極上に絡み合います。上品なのに力強い出汁の香りと鴨の脂のまろやかさ。箸を動かす手が止まらず、気づけばあっという間に完食です。最後は旨味が凝縮されたつゆに温かいそば湯をたっぷり注いでゆっくり余韻を楽しみます。京都を思わせるような落ち着いた風情の中でいただく至高の一杯。メインルートから少し歩いてでもこの喉越しと鴨の旨味に出会う価値終わりです。ごちそうさまでした。美味しかった。でもお蕎麦に1800円はちょっと高いかも。もっと普段使いできるリーズナブルなお店はないの？そんな声が聞こえてきそうですが、安心してください。次にご紹介するのはコスパも味も大満足間違いなしの一軒です。3軒目はこちら、手打ちそば大雪離れです。すすきのの喧騒から少し離れた場所にある知る人ぞ知る隠れ家的お店。こちらの魅力は何といってもそば以外のメニューも充実しているところです。脂の乗ったホッケやサバなどの焼き魚と本格手打ちそばがセットになった定食はボリューム満点でとってもお得。さらに1日限定6食という特選大雪弁当も大人気です。天ぷらはもちろん、なんとローストビーフ丼まであります。今回はその限定メニュー特選大雪弁当を注文しました。店内は広々としていて、どこか喫茶店のような落ち着いた雰囲気。お蕎麦屋さんという枠にとらわれず、ゆったりとした時間を過ごせるのが嬉しいポイントです。温かい蕎麦茶をいただきながら料理を待ちます。来ました。特選大雪弁当800円です。蓋を開けた瞬間、ワクワク感が詰まっています。この西京焼きが絶品。身はふっくらとしていて、西京味噌の芳醇な香りが中までしっかり染み込んでいます。最近札幌の名物ともいえる純粋系の濃厚味噌ラーメンをがっつり食べ歩いていたので、この優しい味が体にじんわり染み渡ります。さらに嬉しいのがこのお蕎麦、本格的な手打ちだということ。毎朝打つというお蕎麦はしっかりとしたコシがありながら、喉越しはとても滑らか。キリッと冷えたお出汁と蕎麦の香りが口の中を上品にリセットしてくれます。まさに大人の休憩ランチという言葉がぴったりです。実はこのお店、以前の場所から移転して現在の離れスタイルになったんです。あそこにあったお店か。
と思い出す方もいるかもしれませんね。少し足を伸ばして新しくなった離れの魅力をぜひ味わってみてください。さて、安くて本格的なお蕎麦をもう一軒。続いては少し中心部から離れて地下鉄で向かいます。歩くには少し距離がありますが、その分街の喧騒から離れたゆったりとした時間が流れています。わざわざ足を運んででも食べたい、そんな隠れ家のようなお蕎麦屋さんへご案内します。地下鉄東西線東札幌駅から歩いて約7分、南郷通りから一本入った場所に見えてくる緑色のひさしが目印、蕎麦屋天寿庵です。店内は20席ほどのどこか懐かしく落ち着いた空間。お昼を過ぎてもふらりと訪れる常連さんの姿が絶えない、まさに地元密着のお店です。メニューを開くと、お蕎麦はもちろん豚丼に牛丼、天丼と丼物メニューも充実。今日はしっかり食べたいな、そんな日につい足が向いてしまうラインナップなんですよね。中でもお蕎麦屋さんのカツ丼ってどうしてこんなに魅力的なんでしょうか。今回いただくのは人気のちびカツ丼セットです。まずは自慢のお蕎麦から。こちらは更科系の白っぽいお蕎麦で、細めで短めに切られているのが特徴です。京都と小樽から取り寄せた鬼節など6種類の素材から丁寧に捉えた出汁がキリッと濃いめのつゆに生きています。コシがありながら喉越しは軽やかで、スルスルとお腹に収まっていきます。そしてちびカツ。でもこれだけは言わせてください。完全に逆名前詐欺です。名前はちびなのに運ばれてくるのは堂々たるサイズ感。この甘いお出汁の香り、もう本気のカツ丼タイムの始まりです。ふわっと閉じられた卵に旨味たっぷりのつゆを吸ったとんかつ。これぞ王道の蕎麦屋さんのカツ丼。どこかほっとするような安心感のある美味しさです。お蕎麦も丼もボリューム満点。お腹も心もしっかり満たしてくれる地元で長く愛される一軒でした。今日はがっつりでも落ち着いて食べたい、そんな日にぜひ訪れてみてください。最後にご紹介するのは、家族連れでも安心して本格的なお蕎麦を楽しめる人気店、手打ちそばさくらです。本店は平岡にありますが、現在は複数店舗を展開。札幌ファクトリー店や北七条店、さらには定食メニューも充実した手打ちそばさくらの定食や北四条創成店など、街中でも気軽にその味を楽しむことができます。こちらの最大の特徴は何といっても麺。使用しているのは北海道では黒松内町でしか栽培されていない希少なそば品種、長和です。粒が小さく香りと甘みが非常に強いことで知られています。その希少なそば粉を使い、職人が手打ちするのが極太縮れ麺。一般的な田舎そばのワイルドなイメージとは違い、独特のもっちりとした弾力があります。さらに縮れていることで自慢の出汁がしっかりと絡みついてくれるんです。もちろんこだわりは麺だけではありません。出汁には創業者の故郷でもある日高産の特級昆布と4種類の鰹節を贅沢に使用。さらに人気の鴨せいろに使われている滝川産のブランド合鴨や本店地下200メートルから汲み上げる天然軟水など、細部まで北海道の素材にこだわっています。今回いただくのは相盛そば。お値段は税込み957円です。看板メニューの極太縮れ麺と同じ長和の粉を使いながら喉越しよく仕上げられた細切りそばを一度に楽しめる贅沢な一皿。ガツンとした太麺のコシを楽しむのもよし、繊細な細切りそばの香りを楽しむのもよし、一軒で全く違う表情のお蕎麦を楽しめるのも
桜ならではの魅力です。どの店内も小さなお子様連れから年配の方まで誰もがゆったり過ごせる温かい空間。札幌の街歩きの締めにぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。さて、今回は北海道札幌で愛される個性豊かなお蕎麦屋さんをご紹介してきました。ワイルドでもっちもちな極太麺に驚いたり、職人さんのこだわりが詰まった繊細な一杯に出会ったり、一言でお蕎麦といってもその世界の奥深さには毎回驚かされます。皆さんはどのお蕎麦が気になりましたか？もしここも美味しいよというおすすめのお店があれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。北海道にはまだまだ私たちの知らない美味しい出会いがたくさん眠っています。これからも一緒に素敵な景色と最高の一杯を探す旅に出かけましょう。第3弾も予定していますのでお楽しみに。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。